かると思うんですけど、ちょっと小指、中指のこう薬指、この3本ですね。この3本の指のところ、これは私自身のスイング、スクエア系のスイングなので、シャフトが立つように、このようなフォローするようになります。皆さんこんばんは。原田ゴルフ原田修平です。いつもご視聴ありがとうございます。まだチャンネル登録をしていない方は、ポチッとしていただければ幸いです。今日のテーマは、豆。左手の豆から考えられる、クラブの扱い方というところですね。ストロンググリップとスクエアグリップ、両方とも、同じ重要なのはこの3本なんですね。この小指からこの3つの、握り、ここから考え出されるクラブのリリースのテクニックを少しちょっとお話しして、ここに豆ができるというね、実際この私の手がどのようにね、豆ができるのかというところまで公開してみたいと思います。チャレンジドリルまで最後まで話がありますので、ぜひとも、終わりまでご覧ください。それでは、レッスンの方に入ります。どうぞ。今日は豆についてですね、手につく豆、練習していると必ず豆はできるんですけど、どこにできたらいいかというとね、ちょっと分かりやすくここを見て分かると思うんですけど、ちょっと小指、中指の薬指、この3本ですね、小指、薬、そして手のひらのところと、この 3つですね。この3本の指のところ、この親指と人差し指はね、あまり、強く負荷がかかりません。この3つが非常に大切になります。でここに豆ができますね。でこちらに豆ができるのはあまり良くないということが言えます。この3つ、小指、中指、薬指、この3つがしっかりと負荷がかかる。で、どこで負荷がかかるかってここです。ちょうどグリッと上に引き上がるときです。で、これがね、分かってない方が多くて、ちょうどくるくる回って、ここに柵に当たらない。これが、スクエアグリップの、リストターンです。こういう当たらないように、ここにぶつからないように、上に縦にくり抜くと。縦に振り抜くと。で、ストロンググリップの場合は、ちょっとこの柵に当たる。ちょっとね、これ当たらないようにやってるんですけど、ちょっと当たるような、動きなんですね。ちょっとこの正面からだと分かりづらいんですけれども、少しスナップが入るので、この柵に当たるようなリリース。この2つの展開。いずれにしてもね、この小指、薬指、中指、この3本が重要です。こういう感じですね。この3本。ぐっと少し折れるような形でスナップが入ってきます。これスクエアグリップでは折れないんです。スクエアグリップはここから縦に切り上げられるような形。そうすると小指がより深く入る。私が考えると、ストロンググリップよりスクエアグリップの方が小指、薬指、中指に負荷がかかるような気がします。ですから。ストロンググリップの場合は、こういう風に受け流す形なんですけれども、スクエアの場合は上に引き上げるために壁が必要なので、小指の強さというか、グリップの圧力が強いはずです。ここでかなり強く握る形が、できると。だから、やはり豆ができやすい。ストロンググリップよりスクエアグリップの方が豆ができやすいというね。ぐっとここで。シャフトがしなるときに左肩が開かないようにして、体が傾かずに引き上がる。シャフトがこのようにねじるようにしなる。縦にね、フォロースルーしていくという形です。ストロンググリップの場合は、このちょっとフォロースルーがこの壁を破るような形になります。このように、体は、傾いたりせずに行うことが大事です。この3本。どちらも重要ですね。いわゆるミルキングという動きは、この3本。ストロンググリップもスクエアグリップも一緒。ただこの壁があるかないかというかね。スナップ的に使うか、スナップでいかないかという、縦に抜けるか、横に抜けるかというところがちょっと変わってくるということですね。そこら辺の詳細はフォロースルーで左手一本。スクエアグリップの場合はこの縦に使う感覚になります。ですから、これに当たらないような振り抜き方ですね。ここでちょうど縦に抜けていく感じ。こういうフェースの、ローテーションというかですね、手の返し方になります。に対してストロンググリップの場合は、この柵をちょっと破るように、スナップを効かせるようにヘッドが低く長く出ていく。スクエアグリップの場合は、フォロースルーを縦に抜けていく。縦にローテーションをしていくような形になるんですね。この違いがあります。
まあそれを逆でやるとね、ストロンググリップの方が、あのように上に抜けてしまうとね、すごい引っかかってしまうんですね。ちょうどこの縦にこう、左手の使い方、ちょうどシャフトを縦に使って、最後に左手の甲を盛り上げながら、ストロンググリップの場合はスナップを効かせて少し左手首が折れるような形、まあ少しダウンスイングでシャローにですね、シャフトが寝た形からダウンスイングに入ると。これは手の使い方も変わってくるということを、覚えておいてください。それではね、まずスクエアグリップの方のフォローするシャフトが立つ使い方になります。ここからフォロースルーで縦に、このように縦に抜けていく感じですね。まあ、先ほどの柵に当たらないようにですね。あとこの小指、中指、薬指がギュッと握ってシャフトを立たせるようなこの3本の強さが重要。対してストロンググリップはこうスナップで抜けていく感じ。ちょっと左に抜く感覚ですね。フォローは分かる通り少し左に抜けてるのが分かりますね。このように少し左手首が折れるような形になりますから、それでも左に引っかかんないんですね。このような手首折れるような形で、こういう小指のこうミルキング、ストロンググリップのミルキングは縦に抜けていく感じになります。この2つの動きを覚えてください。それではね、まずスクエアグリップの方のフォロースルーをもう一度練習してみます。これ縦に振り抜くんでシャフトが立つんです。シャフトが立ってこのようなフォロースルー、右肩もあまり下がらないような形になりますね。に対してストロンググリップの場合は、スナップを効かせてインから入ってこのように左に抜けていく感じですね。左に抜いてもボールは左に行かない、このような形ですね。フェース面のターンはなし、このような、使い方。いずれにしてもこの3本の負荷はかかります。だから負荷のかかる、強さはちょっと変わってくるという風に、このスイングでわかると思います。それでは私自身のスイング、スクエア系のスイングはね、シャフトが立つようなこのようなフォロースルーになります。私自身はこの方がね振りやすいので、それは人によって変わってくるので、まずグリップを自分のグリップ、合うグリップをまず確認してからやってみるといいと思います。それでは左手の豆についてのまとめになります。まずこの小指、薬指、中指、この3本の負荷、これが非常にかかります。この親指と人差し指よりはこの3つの指ですね。スクエアグリップはこの柵に当たらないような回転を覚えてください。そうするとグッとこう左手の甲が盛り上がるように、そしてフェースがターンするような。ストロンググリップの場合はこれに当たるんですね。少しこう折れた形になりますから、スナップを効かせるような形になる。フェースのターンをしない状況になるので、少し低く長く出る形になります。この違いというものを理解してください。そうすれば小指、薬指のね、豆の量がちょっと少ない。負荷がかかりにくいんですね。スクエアグリップの場合は、より負荷がここでかかります。だから、よくね、スクエアグリップ系のスイング、ベン・ホーガンとかはね、豆がしっかりとできるんですね。どちらもね、豆はできるんですけれども、これはストロンググリップ系の方、少しクラブを横に振るという形なので、ヘッドがこの柵を通り越しますね。どちらもね、同じなんですけれども、ちょっとクラブの回転の方向が変わってくるということです。ストロンググリップの場合は少し左に抜けていくので、この柵に当たるような形になると。この違いですね。このグリップによっての違いを、理解してください。スクエアの場合は縦に抜けていく。この縦に抜ける分壁ができるので、左手のこの小指、薬指、中指の負荷はちょっと変わります。負荷はより強くなるということが言えるんですね。特にシャフトが縦に抜けて縦にしなって、その後の反動の時の小指の負荷はかなり強いものがあります。ストロンググリップの場合は横に抜けていく形で左に抜けていきます。ここでシャフトが横にしなるような形。じゃあ2つのスイングを比較してみると、縦に抜ける形の場合はこのようなシャフトが立つような使い方、このような縦にこう切り上げるようなフォロースルーになります。それに対してストロンググリップの場合は少し横に抜けていくので左に抜けていきます。この肩越しの下ですね、下に抜けていくようなフォロースルー、フェースターンをあまり行わないフォロースルーということになりますね。この2つの動き、これは少し小指側に負荷がかかりにくいので豆ができにくいということが言えます。これがスクエアグリップのフォロースルー、シャフトが立つ動き。そして、ストロンググリップ、横に抜ける形の場合、少しシャフトがインサイドから入り左に抜けてくる、フェースのターンはない、この形になるんですね。
この左手の小指からこの3本の豆の、お話から、紐解くチャレンジドリル、ちょっとお話したいと思います。ワンスピードを、使います。このシャフトをしなるワンスピードでこのようにくる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 回してください。で、ボールをこのように当てる練習をしてみるといいと思います。このように縦に回してながら、インパクトのところでギュッギュッと小指に負荷がかかる。これがスクエアの、スイングのシャフトの使い方。そしてストロングリップの場合、少しこう下にクラブが入ってくる感じ。こうですね、下に、縦じゃなくて下に入ってくる。この違いがありますね。スクエアグリップの場合は上に抜けていく感じ。ストロングリップは下に抜けていく感じ。分かりづらいんですけど、ちょっと違いがあるんですね。この使い方、軌道を変えることで小指にかかる負荷が変わってくるんですね。実際ストロングリップ、スクエアグリップで、その左手の小指から3本のね、負荷が変わってくるのもこれでわかると思います。これストロングリップのフォローする。少しこう横に抜けていくような振りの方。この形ですね。少し左に抜けてから戻る感じですね。このかなりね、低い位置から抜けていく感じ。スクエアグリップの場合は、縦に抜けていく。すぐ、ピタッと、すぐね、振り抜いたらすぐアドレスに戻る。こう細かい動きですね。時間軸が短い間にペースターンが行われるのがスクエアグリップ。少し長く、低く長く出るのがストロンググリップということが言える。イコール小指、中指、薬指の負荷も少し弱いということが言えます。私自身はね、何度も言うようですが、スクエアグリップなので、このスイングでしっかりと振り抜き、インパクトゾーンが少し小さい、狭いということで言えば、ヘッドの小さいクラブの方が、感染モーメントが小さいのでいいということが言えます。それでは、スクエアグリップ、ストロンググリップ、2つで、自分の合う、グリップ練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画を見逃したくない方は、まずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そして、このベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。